夢十夜、夏目漱石。第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向けに寝た女が静かな声で、もう死にます、と言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかなうりざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にます、とはっきり言った。自分も確かに、これは死ぬな、と思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのか、と思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、とまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ私の顔が見えるかい、と一心に聞くと、見えるかいって、ほら、そこに映ってるじゃありませんか、とにこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかな、と思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の賭けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかね、と聞いた。日が出るでしょ、それから日が沈むでしょ、それからまた出るでしょ、そうしてまた沈むでしょ。赤い日が東から西へ
東から西へと落ちていくうちに、あなた、待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてください。と思い切った声で言った。100年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星の賭けの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星の賭けは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間、こうして待っているんだなと考えながら、腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに女の言った通り、火が東から来た。大きな赤い火であった。それがまた女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくするとまたからくれないの天道がのそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに、
赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもし尽くせないほどの赤い日が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下からハスに自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来てとどまった。と思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が花の先で骨に応えるほど匂った。そこへ遥かの上からぽたりと梅雨が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい梅雨の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。100年はもう来ていたんだなと、この時初めて気がついた。第2夜。こんな夢を見た。和尚の室を下がって廊下伝いに自分の部屋へ帰ると、暗道がぼんやり灯っている。片膝を座布団の上について刀身をかき立てたとき、花のような弔辞がパタリと朱塗りの台に落ちた。同時に部屋がパッと明るくなった。襖の絵は武尊の筆である。黒い柳を濃く薄くおちこちと書いて、寒そうな呂布が傘を傾けて土手の上を通る。床には懐中文殊の軸がかかっている。炊き残した線香が暗い方でいまだに匂っている。広い寺だから神官として人気がない。黒い天井に差す丸暗堂の丸い影が仰向く途端に生きているように見えた。縦膝をしたまま左手で座布団をめくって右を差し込んでみると、思ったところにちゃんとあった。あれば安心だから布団を元のごとく直してその上にどっかり座った。お前は侍である。侍なら悟れぬはずはなかろう。と和尚が言った。そういつまでも悟れぬところを持ってみると、お前は侍ではあるまい。と言った。人間のクズじゃ。と言った。はは、怒ったな。と言って笑った。
悔しければ悟った証拠を持ってこい。と言って、ぷいっと向こうを向いた。けしからん。隣の広間の床に据えてある置き時計が次の時を打つまでにはきっと悟ってみせる。悟った上で今夜また入室する。そうして和尚の首と悟りと引き換えにしてやる。悟らなければ和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。もし悟らなければ自尽する。侍が恥ずかしめられて生きているわけにはいかない。きれいに死んでしまう。こう考えたとき、自分の手はまた思わず布団の下へ入った。そうして取材屋の担当を引きずり出した。ぐっと塚を握って赤い鞘を向こうへ払ったら、冷たい葉が一度に暗い部屋で光った。すごいものが手元からスースーと逃げてゆくように思われる。そうしてことごとく切っ先へ集まって殺気を一点に込めている。自分はこの鋭い刃が無念にも針の頭のように縮められて、くすん五分の先へ来てやむを得ず尖っているのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。体の血が右の手首の方へ流れてきて、握っている塚がにちゃにちゃする。唇が震えた。担当を鞘へ収めて、右脇へ引きつけておいて、それから前牙を組んだ。上州曰く、無とは何だ、クソ坊主め。と、はがみをした。奥歯を強く噛みしめていたので、鼻から熱い息が荒く出る。こめかみがつって痛い。目は普通の倍も大きく開けてやった。掛け物が見える。暗道が見える。畳が見える。和尚の夜間頭がありありと見える。ワニ口を開いて嘲笑った声まで聞こえる。けしからん坊主だ。どうしてもあの夜間を首にしなくてはならん。悟ってやる。無だ、無だと下の根で念じた。無だというのにやっぱり線香の匂いがした。なんだ線香のくせに。自分はいきなりげんこつを固めて自分の頭を嫌というほど殴った。そうして奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものか、と思った。けれども痛い。苦しい。無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ。無念になる。非常に悔しくなる。
涙がほろほろ出る。人思いに身を大岩の上にぶつけて、骨も肉もめちゃくちゃに砕いてしまいたくなる。それでも我慢して、じっと座っていた。耐え難いほど切ないものを胸に入れて忍んでいた。その切ないものが体の中の筋肉を下から持ち上げて、毛穴から外へ吹き出ようと焦るけれども、どこも一面に塞がって、まるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうち頭が変になった。暗道も武尊の絵も畳も違い棚もあってないような、なくってあるように見えた。と言って無はちっとも厳然しない。ただいい加減に座っていたようである。ところへ忽然、隣座敷の時計がチーンと鳴り始めた。はっと思った。右の手をすぐ担当にかけた。時計が二つ目をチーンと打った。第三夜。こんな夢を見た。6つになる子をおぶっている。確かに自分の子である。ただ不思議なことにはいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分がお前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、何、昔からさ、と答えた。声は子供の声に相違いないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。詐欺の影が時々闇に差す。田んぼへかかったね、と背中で言った。どうしてわかると顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、だって詐欺が鳴くじゃないか、と答えた。すると詐欺が果たして二声ほど泣いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていては、この先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうか、と向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に、背中でふふんという声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただ、お父っつぁん、重いかいと聞いた。重かないと答えると、今に重くなるよと言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道が不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると
たまたになった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがな、と小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左日がくぼ、右堀田原とある。闇だのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。左が良いだろう、と小僧が命令した。左を見ると、さっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しないでもいい、と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中ではよくめくらのくせに何でも知っているなと考えながら一筋道を森へ近づいてくると背中でどうもめくらは不自由でいけないねと言った。だからおぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうも人にバカにされていけない。親にまでバカにされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな番だったな。と背中で独り言のように言っている。何がと際どい声を出して聞いた。何がって知ってるじゃないか。と子供はあざけるように答えた。するとなんだか知っているような気がしだした。けれどもはっきりとはわからない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けばわかるように思える。わかっては大変だからわからないうちに早く捨ててしまって安心しなくてはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかも、それが自分の子である。そうして、めくらである。自分はたまらなくなった。ここだここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声は半然聞こえた。自分は覚えずとどまった。いつしか森の中へ入っていた。一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。お父っつぁん、その杉の根のところだったね。うん、そうだ、と思わず答えてしまった。文化5年
辰年だろう。なるほど、文化5年辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは、今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前、文化5年の辰年のこんな闇の晩に杉の根で一人のめくらを殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだな、と初めて気がついた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。第4夜。広い土間の真ん中に涼台のようなものを据えて、その周りに小さな将棋が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮しめらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上、顔中つやつやして、シワというほどのものはどこにも見当たらない。ただ白いひげを当たり気生やしているから、年寄りということだけはわかる。自分は子供ながら、このじいさんの年はいくつなんだろう、と思った。ところへ、裏の家系から手桶に水を汲んできたかみさんが、前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかねと聞いた。じいさんは頬張った煮しめを飲み込んで、いくつか忘れたよ、と済ましていた。かみさんは拭いた手を細い帯の間に挟んで、横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいっと飲んで、そうしてふーっと長い息を白いひげの間から吹き出した。するとかみさんが、おじいさんのうちはどこかねと聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよ、と言った。かみさんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかねとまた聞いた。するとじいさんがまた茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいっと飲んで、前のような息をふーっと吐いて、あっちへ行くよ、と言った。まっすぐかいとかみさんが聞いたとき、ふーっと吐いた息が障子を通り越して柳の下を抜けて河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。浅木の桃引きを履いていて、浅木の袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。
じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が3、4人いた。じいさんは笑いながら腰からアサギの手ぬぐいを出した。それを肝心よりのように細長くよった。そうして地びたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから見ておろう、見ておろう、と繰り返して言った。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう、よいかと言いながら、じいさんが笛を吹いて輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何べんも回った。わらじをつま立てるように、足抜きをするように、手ぬぐいに遠慮するように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をピタリとやめた。そうして肩にかけた箱の口を開けて手ぬぐいの首をちょいとつまんでポッと放り込んだ。こうしておくと箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながらじいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々今になると言ったり蛇になると言ったりして歩いていく。しまいには今になる、蛇になる、きっとなる、笛がなると歌いながらとうとう川の岸へ出た。橋も船もないからここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはザブザブ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは深くなる、夜になる、まっすぐになると歌いながらどこまでもまっすぐに歩いていった。そうしてひげも顔も頭も頭巾もまるで見えなくなってしまった。自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に蛇を見せるだろうと思って足のなるところに立ってたった一人いつまでも待っていた。けれどもじいさんはとうとう上がってこなかった。第5夜。こんな夢を見た。
何でもよほど古いことで神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人はみんな背が高かった。そうしてみんな長いひげを生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。藤蔓の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけてない極めて素朴なものであった。敵の大将は弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きなわらぐつを履いていた。この時代のわらぐつは深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところは藁を少し編み残して房のように下げて、歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬというと屈服しないということになる。自分は一言死ぬと答えた。大将は草の上についた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた。待てという合図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ、自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きなわらぐつを組み合わせたまま草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいる。
しばらくすると火がパチパチとなる。暗闇を弾き返すような勇ましい音であった。この時女は裏のナラの木につないである白い馬を引き出した。たてがみを3度撫でて高い背にひらりと飛び乗った。鞍もないあぶみもない裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると馬は一産駆け出した。誰かがかがりを継ぎ足したので遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。鼻から火の柱のような息を2本出して飛んでくる。それでも女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が宙で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまで来られない。すると真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身をそらざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足の蹄を硬い岩の上にはっしと刻み込んだ。コケコッコーと鳥がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡は未だに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をしたものは天の邪鬼である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、天の邪鬼は自分の仇である。第六夜。運慶が五穀寺の山門で仁王を刻んでいるという評判だから散歩ながら行ってみると、自分より先にもう大勢集まってしきりに下馬評をやっていた。山門の前五六間の間には大きな赤松があって、その幹が斜めに山門のイラカを隠して遠い青空まで伸びている。松の緑と朱塗りの門が互いに映り合って見事に見える。その上、松の位置が良い。門の左の端を目障りにならないようにハスに切っていって、上になるほど幅を広く屋根まで突き出しているのがなんとなく古風である。鎌倉時代とも思われる。ところが見ている者はみんな自分と同じく明治の人間である。そのうちでも車夫が一番多い。辻待ちをして退屈だから立っているに相違いない。大きなもんだなぁと言っている。人間をこしらえるよりもよっぽど骨が折れるだろうとも言っている。そうかと思うと、へえ、仁王だね。今でも仁王を掘るのかね。
へえ、そうかね。わっしゃまた、匂うはみんな古いものばかりと思ってた。と言った男がある。どうも強そうですね。なんだってますぜ。昔から誰が強いって、匂うほど強い人はいないって言いますぜ。なんでも、大和岳の命よりも強いんだってからね。と話しかけた男もある。この男は尻をはしょって帽子をかぶらずにいた。よほど不教育な男と見える。運慶は見物人の評判にはいさかい頓着なくのみと土を動かしている。一向振り向きもしない。高いところに乗って仁王の顔あたりをしきりに掘り抜いていく。運慶は頭に小さい烏帽子のようなものを乗せて、周防だかなんだかわからない大きな袖を背中でくくっている。その様子がいかにも古臭い。ワイワイ言ってる見物人とはまるで釣り合いが取れないようである。自分はどうして今自分まで運慶が生きているのかなと思った。どうも不思議なことがあるものだと考えながらやはり立って見ていた。しかし運慶の方では不思議とも期待ともとんと感じ得ない様子で一生懸命に掘っている。仰向いてこの態度を眺めていた一人の若い男が自分の方を振り向いて、さすがは運慶だな。眼中に我々なしだ。天下の英雄はただ仁王と我とあるのみという態度だ。あっぱれだ。と言って褒め出した。自分はこの言葉を面白いと思った。それでちょっと若い男の方を見ると、若い男はすかさず、のみと土の使い方を見たまえ、大自在の妙域に達している。と言った。運慶は今、太い眉を一寸の高さに横へ掘り抜いて、のみの葉を縦に返すや否や、ハスに上から土を打ち下ろした。硬い木を一刻みに削って、熱い木くずが土の声に応じて飛んだと思ったら、小花のおっぴらいた怒りの花の側面がたちまち浮き上がってきた。その塔の入れ方がいかにも無遠慮であった。そうして少しも疑念を差し挟んでおらんように見えた。よくは無造作にのみを使って思うような前見や鼻ができるものだな。と自分はあんまり感心したから独り言のように言った。するとさっきの若い男が、何あれは前見や花をのみで作るんじゃない。あの通り前見や花が木の中に埋まっているのをのみと土の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずはない。と言った。自分はこの時初めて彫刻とはそんなものかと思い出した。果たしてそうなら誰にでもできることだと思い出した。それで急に自分も仁王が彫ってみたくなったから見物をやめて早速家へ帰った。道具箱からのみと
金槌を持ち出して裏へ出てみると、先だっての嵐で倒れた菓子を薪にするつもりで小引きに引いた手頃なやつがたくさん積んであった。自分は一番大きいのを選んで勢いよく掘り始めてみたが、不幸にして仁王は見当たらなかった。その次のにも運悪く掘り当てることができなかった。三番目のにも仁王はいなかった。自分は積んである薪を片っ端から掘ってみたが、どれもこれも仁王を隠しているのはなかった。ついに明治の木には到底仁王は埋まっていないものだと悟った。それで運慶が今日まで生きている理由もほぼわかった。第7夜。何でも大きな船に乗っている。この船が毎日毎夜少しの絶え間なく黒い煙を吐いて波を切って進んでいく。凄まじい音である。けれどもどこへ行くんだかわからない。ただ波の底から焼け火箸のような太陽が出る。それが高い帆柱の真上まで来てしばらくかかっているかと思うと、いつの間にか大きな船を追い越して先へ行ってしまう。そうしてしまいには焼け火箸のようにじゅっと行ってまた波の底に沈んでいく。そのたんびに青い波が遠くの向こうで周防の色に湧き返る。すると凄まじい音を立ててその後を追っかけていく。けれども決して追いつかない。ある時自分は船の男をつらまえて聞いてみた。この船は西へ行くんですか？船の男は怪訝な顔をしてしばらく自分を見ていたが、やがてなぜと問い返した。落ちてゆく日を追いかけるようだから。船の男はカラカラと笑った。そうして向こうの方へ行ってしまった。西へ行く日の果ては東か？それはほんまか？東いずる日のお里は西か？それもほんまか？身は波の上。梶枕。流せ流せと生やしている。へさきへ行ってみたら、水夫が大勢寄って太い穂綱をたぐっていた。自分は大変心細くなった。いつ丘へ上がれることかわからない。そうしてどこへ行くのだか知れない。ただ黒い煙を吐いて波を切っていくだけは確かである。その波はすこぶる広いものであった。際限もなく青く見える。時には紫にもなった。ただ船の動く周りだけは
いつでも真っ白に泡を吹いていた。自分は大変心細かった。こんな船にいるより、いっそ身を投げて死んでしまおうかと思った。乗り合いはたくさんいた。大抵は偉人のようであった。しかし、いろいろな顔をしていた。空が曇って船が揺れたとき、一人の女が手すりに寄りかかってしきりに泣いていた。目を拭くハンケチの色が白く見えた。しかし体にはサラサのような洋服を着ていた。この女を見たときに悲しいのは自分ばかりではないのだと気がついた。ある晩、看板の上に出て一人で星を眺めていたら、一人の偉人が来て、天文学を知っているかと尋ねた。自分はつまらないから死のうとさえ思っている。天文学などを知る必要がない。黙っていた。するとその偉人が金牛宮の頂にある七星の話を聞かせた。そうして星も海もみんな神の作ったものだと言った。最後に自分に神を信仰するかと尋ねた。自分は空を見て黙っていた。ある時サロンに入ったら、派手な衣装を着た若い女が向こう向きになってピアノを弾いていた。そのそばに背の高い立派な男が立って唱歌を歌っている。その口が大変大きく見えた。けれども二人は二人以外のことにはまるで頓着していない様子であった。船に乗っていることさえ忘れているようであった。自分はますますつまらなくなった。とうとう死ぬことに決心した。それである晩、あたりに人のいない自分、思い切って海の中へ飛び込んだ。ところが自分の足が甲板を離れて船と縁が切れたその刹那に急に命が惜しくなった。心の底からよせばよかったと思った。けれどももう遅い。自分は嫌でも王でも海の中へ入らなければならない。ただ大変高くできていた船と見えて、体は船を離れたけれども足は容易に水につかない。しかし捕まえるものがないから次第に次第に水に近づいてくる。いくら足を縮めても近づいてくる。水の色は黒かった。そのうち船は例の通り黒い煙を吐いて通り過ぎてしまった。自分はどこへ行くんだかわからない船でもやっぱり乗っている方が良かったと初めて悟りながら、しかもその悟りを利用することができずに無限の後悔と恐怖を抱いて
黒い波の方へ静かに落ちていった。第8夜。床屋の敷居をまたいだら、白い着物を着て固まっていた3、4人が一度にいらっしゃいと言った。真ん中に立って見回すと四角な部屋である。窓が二方に開いていて、残る二方に鏡がかかっている。鏡の数を勘定したら6つあった。自分はその一つの前へ来て腰を下ろした。するとお尻がぶくりといった。よほど座り心地がよくできた椅子である。鏡には自分の顔が立派に映った。顔の後ろには窓が見えた。それから帳場格子が蓮に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた。正太郎が女を連れて通る。正太郎はいつの間にかパナマの帽子を買ってかぶっている。女もいつの間にこしらえたものやら、ちょっとわからない。双方とも得意のようであった。よく女の顔を見ようと思ううちに通り過ぎてしまった。豆腐屋がラッパを吹いて通った。ラッパを口へあてがっているんで、ほっぺたが蜂に刺されたように膨れていた。腫れたまんまで通り越したものだから気がかりでたまらない。生涯蜂に刺されているように思う。芸者が出た。まだお作りをしていない。島田の根が緩んで、なんだか頭に締まりがない。顔も寝ぼけている。色艶が気の毒なほど悪い。それでお辞儀をして、どうもなんとかです、と言ったが、相手はどうしても鏡の中へ出てこない。すると白い着物を着た大きな男が自分の後ろへ来て、ハサミと櫛を持って自分の頭を眺め出した。自分は薄いひげをひねって、どうだろう、ものになるだろうか、と尋ねた。白い男は何も言わずに、手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。さあ、頭もだが、どうだろう、ものになるだろうか、と自分は白い男に聞いた。白い男はやはり何も答えずに、チャキチャキとハサミを鳴らし始めた。鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで目を見張っていたが、ハサミの鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので恐ろしくなってやがて目を閉じた。すると白い男がこう言った。旦那は
表の金魚売りをご覧なすったか？自分は見ないと言った。白い男はそれきりで、しきりとハサミを鳴らしていた。すると、突然大きな声で、危ねえと言ったものがある。はっと目を開けると、白い男の袖の下に自転車の輪が見えた。人力の火事棒が見えた。と思うと、白い男が両手で自分の頭を押さえて、うんと横へ向けた。自転車と人力車はまるで見えなくなった。ハサミの音がチャキチャキする。やがて白い男は自分の横へ回って耳のところを刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから安心して目を開けた。泡餅や餅や餅やという声がすぐそこでする。小さな杵をわざと臼へ当てて拍子を取って餅をついている。泡餅屋は子供の時に見たばかりだからちょっと様子が見たい。けれども泡餅屋は決して鏡の中に出てこない。ただ餅をつく音だけする。自分はあるだけの視力で鏡の角を覗き込むようにしてみた。すると帳場格子のうちにいつの間にか一人の女が座っている。色の浅黒いまみえの太い大柄な女で、髪をイチョウ返しに結って、黒ジュスの半襟のかかった素合わせで、縦膝のまま札の勘定をしている。札は10円札らしい。女は長いまつげを伏せて、薄い唇を結んで、一生懸命に札の数を読んでいるが、その読み方がいかにも早い。しかも札の数はどこまで行っても尽きる様子がない。膝の上に乗っているのはたかだか100枚ぐらいだが、その100枚がいつまで勘定しても100枚である。自分は呆然としてこの女の顔と10円札を見つめていた。すると耳の元で白い男が大きな声で、洗いましょうと言った。ちょうどうまい折だから椅子から立ち上がるや否や帳場格子の方を振り返ってみた。けれども格子のうちには女も札も何にも見えなかった。台を払って表へ出ると、角口の左側に小判なりの桶が5つばかり並べてあって、その中に赤い金魚や斑入りの金魚や痩せた金魚や太った金魚がたくさん入れてあった。そうして金魚売りがその後ろにいた。金魚売りは自分の前に並べた金魚を見つめたまま、頬杖をついてじっとしている。騒がしい往来の活動にはほとんど心をとどめていない。自分はしばらく経ってこの金魚売りを眺めていた。けれども
自分が眺めている間、金魚売りはちっとも動かなかった。第9夜。世の中がなんとなくざわつき始めた。今にも戦が起こりそうに見える。焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを荒れ回ると、それを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがする。それでいて家のうちはしんとして静かである。家には若い母と3つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった。床の上でわらじを履いて黒い頭巾をかぶって勝手口から出て行った。その時、母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長くいして生垣の手前にある古いヒノキを照らした。父はそれきり帰ってこなかった。母は毎日3つになる子供に、お父様はと聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、あっちと答えるようになった。母が、いつお帰りと聞いても、やはり、あっちと答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして今にお帰りという言葉を何遍となく繰り返して教えた。けれども子供は今にだけを覚えたのみである。時々はお父様はどこと聞かれて、今にと答えることもあった。夜になってあたりが静まると、母は帯を締め直して鮫座屋の短刀を帯の間へ刺して子供を細帯で背中へ背負ってそっとくぐりから出ていく。母はいつでも草履を履いていた。子供は草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまうこともあった。土塀の続いている屋敷町を西へ下ってだらだら坂を降り尽くすと大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで、片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると暗い杉の木立になる。それから20間ばかり敷石伝いに突き当たると、古い拝殿の階段の下に出る。ネズミ色に洗い出された賽銭箱の上に、大きな鈴の紐がぶら下がって、昼間見ると、その鈴のそばに八幡宮という額がかかっている。鳩がには向かい合ったような書体にできているのが面白い。
その他にもいろいろの学がある。大抵は家中の者の射抜いた金滴を射抜いた者の名前に添えたものが多い。たまには太刀を収めたものもある。鳥居をくぐると杉の梢でいつでもフクロウが鳴いている。そうして冷や飯草履の音がピチャピチャする。それが拝殿の前でやむと、母はまず鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで柏手を打つ。大抵はこの時、フクロウが急に鳴かなくなる。それから母は一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから、弓矢の神八幡へこうやって是非ない願をかけたら、よもや聞かれぬ道理はなかろうと一途に思い詰めている。子供はよくこの鈴の音で目を覚まして、あたりを見ると真っ暗なものだから、急に背中で泣き出すことがある。その時母は口の内で何か祈りながら背を振ってあやそうとする。するとうまく泣き止む時もある。またますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても母は容易に立たない。一通り夫の身の上を祈ってしまうと、今度は細帯を解いて背中の甲をずり下ろすように背中から前へ回して、両手に抱きながら拝殿を登っていって、良い子だから少しの間待っておいでよ、ときっと自分の方を子供の方へすりつける。そうして細帯を長くして子供を縛っておいて、その片隅を拝殿の欄干にくくりつける。それからだんだんと降りてきて、20貫の敷石を行ったり来たりお百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は暗闇の中で細帯の丈の許す限り広縁の上を這い回っている。そういう時は母にとって甚だ楽な夜である。けれども縛った子にひいひい泣かれると母は気が気ではない。お百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のない時は途中で拝殿へ上がってきて、いろいろすかしておいて、またお百度を踏み直すこともある。こういうふうに幾晩となく母が気をもんで、夜の目も寝ずに心配していた父は、徳の昔に老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。第10夜。正太郎が女にさらわれてから7日目の晩にふらりと帰ってきて、急に熱が出てどっと床についていると言って健さんが知らせに来た。
正太郎は町内一の講談師で至極善良な正直者である。ただ一つの道楽がある。パナマの帽子をかぶって夕方になると水菓子屋の店先へ腰をかけて往来の女の顔を眺めている。そうしてしきりに感心している。その他にはこれというほどの特色もない。あまり女が通らないときは往来を見ないで水菓子を見ている。水菓子にはいろいろある。水蜜糖やリンゴやビワやバナナをきれいにカゴに持ってすぐ土産物に持っていけるように2列に並べてある。正太郎はこのカゴを見てはきれいだと言っている。商売をするなら水菓子屋に限ると言っている。そのくせ自分はパナマの帽子をかぶってぶらぶら遊んでいる。この色がいいと言って夏みかんなどを品評することもある。けれどもかつて銭を出して水菓子を買ったことがない。ただでは無論食わない。色ばかり褒めている。ある夕方、一人の女が不意に店先に立った。身分のある人と見えて立派な服装をしている。その着物の色がひどく正太郎の気に入った。その上正太郎は大変女の顔に感心してしまった。そこで大事なパナマの帽子を取って丁寧に挨拶をしたら、女はかご詰めの一番大きいのを指して、これをくださいと言うんで、正太郎はすぐそのかごを取って渡した。すると女はそれをちょっと下げてみて、大変重いことと言った。正太郎は元来暇人の上にすこぶる気さくな男だから、ではお宅まで持ってまいりましょうと言って女と一緒に水菓子屋を出た。それきり帰ってこなかった。いかな正太郎でもあんまりのんきすぎる。ただごとじゃなかろうと言って親類や友人が騒ぎ出していると7日目の晩になってふらりと帰ってきた。そこで大勢寄ってたかって、正さんどこへ行っていたんだいと聞くと、正太郎は電車へ乗って山へ行ったんだと答えた。何でもよほど長い電車に違いない。正太郎の言うところによると、電車を降りるとすぐと原へ出たそうである。非常に広い原で、どこを見渡しても青い草ばかり生えていた。女と一緒に草の上を歩いていくと、急に切岸のてっぺんへ出た。その時、女が正太郎に、ここから飛び降りてごらんなさい、と言った。そこを覗いてみると、切岸は見えるが、そこは見えない。正太郎はパナマの帽子を脱いで再三辞退した。すると女が、もし思い切って飛び込まなければ豚に舐められますが、
ようござんすかと聞いた。正太郎は豚と雲右衛門が大嫌いだった。けれども命には変えられないと思って、やっぱり飛び込むのを見合わせていた。ところへ豚が一匹鼻を鳴らしてきた。正太郎は仕方なしに持っていた細い貧乏樹のステッキで豚の鼻面をぶった。豚はグーと言いながらころりとひっくり返って絶壁の下へ落ちていった。正太郎はほっと一息ついでいると、また一匹の豚が大きな鼻を正太郎にすりつけに来た。正太郎はやむを得ず、またステッキを振り上げた。豚はグーと鳴いて、また真っ逆さまに穴の底へ転げ込んだ。すると、また一匹現れた。この時正太郎はふと気がついて向こうを見ると、はるか青草原の尽きるあたりから幾万匹か数えきれぬ豚が群れをなして一直線にこの絶壁の上に立っている正太郎をめがけて鼻を鳴らしてくる。正太郎は心から恐怖した。けれども仕方がないから近寄ってくる豚の鼻面を一つ一つ貧乏樹のステッキでぶっていった。不思議なことにステッキが鼻へ触りさえすれば豚はころりと谷の底へ落ちていく。覗いてみるとそこの見えない絶壁を逆さになった豚が行列して落ちていく。自分がこのくらい多くの豚を谷へ落としたかと思うと、正太郎は我ながら怖くなった。けれども豚はゾクゾク来る。黒雲に足が生えて青草を踏み分けるような勢いで無尽蔵に鼻を鳴らしてくる。正太郎は必死の勇を振るって豚の鼻頭を7日無晩叩いた。けれどもとうとう精魂が尽きて手がこんにゃくのように弱ってしまいに豚に舐められてしまった。そうして絶壁の上へ倒れた。健さんは正太郎の話をここまでして、だからあんまり女を見るのは良くないよ、と言った。自分ももっともだと思った。けれども健さんは正太郎のパナマの帽子がもらいたいと言っていた。正太郎は助かるまい。パナマは健さんのものだろう。